マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、ですね、先週の金曜日に私このチャンネルで初めてのライブ配信をしたんですけれども、その時遊びに来てくださった方、本当にありがとうございました。あのね、想像してた以上の方が遊びに来てくださって、そして想像してた以上のコメントがたくさん来てね、本当にびっくりしましたし、本当に嬉しかったです。もう本当ありがとうございます。で、実は私、ライブを始める前にね、初めてのライブだったから、どのくらいの人たちが遊びに来てくれるかなとか、コメントはたくさん来るかなとか、いろいろ考えてたんですよ。なので、事前にこのテーマ、私が話すお話をいくつか考えてたんですよ。そう。で、じゃあこのテーマについて話そう。じゃあ次はこのテーマについて話そうかなとか、いろいろ考えてたんですけれども、もうね、たくさんコメントをいただいたので、その考えていたテーマ、一つも話さなかったですね。はい。それくらい本当に皆さんね、いろんな質問してくださったり、あとは JLPT の結果が出た日だったのでね、その結果を教えてくださったりとか、本当にたくさん皆さんコメントをしてくれました。はい。で、最初は1時間とか、長くて1時間半くらいライブできたらいいかななんて思ってたんですけれども、もうね、すっごい楽しくって、もう盛り上がってしまって、で、結局2時間15分くらいしたのかな。うん、もう正直それでも私自身は足りなかったぐらい、もっともっと本当はライブ配信したかったぐらい、本当に楽しかったです。なんかコメントをしてくださったことに私がお返事するっていう感じでね、ライブ配信させてもらったので、なんか本当にみんなとちゃんとコミュニケーション取れてるっていう気がして、すごく楽しめたし、嬉しかったですね。なので、ライブ配信に遊びに来てくださった方、そしてコメントしてくださった方ね。あとはスパチャをしてくださった方もいましたね。本当にありがとうございました。それから、あの、メンバーシップに加入してくださった方もたくさんいらっしゃいました。本当に本当にありがとうございます。はい。で、メンバーシップもね、今月から本格的にスタートしますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。あとですね、そのね、先週の金曜日にやったライブ配信は、ライブっていうところに、その配信動画を残しております。なので、そのライブの時にね、聞き取れなかった部分がある方や、あとはそのライブ配信にご参加できなかった人はね、よかったらその、配信動画を見ていただければと思います。はい。では、今日のテーマいきましょうかね。はい。今日のテーマはですね、日本の給食についてお話ししていきたいと思います。皆さん、給食って知っていますか？給食はですね、日本の学校、小学校とか中学校ですね。学校でみんなでお昼ご飯の時間に教室でご飯を食べるっていうシステムのことですね。で、皆さんはこの日本の給食って聞くとどんなイメージありますか？例えば毎日牛乳が出るとか、あとは揚げパンとかね、それから給食当番とか、いろいろ思い浮かぶ人もいるかなと思います。
実は日本の給食って栄養管理がかなりしっかりしていて、成長期の子どもたちに必要な栄養を考えて作られているんですね。それから、基本的に全員が同じメニューを食べるっていうスタイルです。そして先生や調理員さんじゃなくって、生徒自身が配膳をするっていうのも日本ならではの文化かなと思います。で、この配膳っていうのが何かっていうと、料理や食事をテーブルや人の前に配ることを言います。で、給食の場合は一人分ずつ分けて配ることを言います。交代制で、給食当番というものがあって、その当番の人は割烹着を着て、帽子とマスクをして、そして生徒たちに給食を配るんですね。で、この割烹着っていうのが何かっていうと、給食当番の時に着る、白い長袖長袖のエプロンみたいな服のことを言います。今日はですね、そんな日本の給食について、そして私が小学生だった2000年代の給食はどんな感じだったかっていうのと、あと今の給食はどう変わってきているのか、このあたりをね、比べながらお話ししていきたいなと思います。で、私が、埼玉県出身なので、その埼玉の学校でよく出ていた給食メニューの思い出や、あとは懐かしいエピソードもね、お話ししていきたいと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい。ではまず最初に、日本の給食って何のためにあるのかっていうと、お昼ご飯を食べる時間っていうだけじゃないんですね。まず一番の目的は栄養を取ることです。成長期の子どもたちがちゃんとバランスよく栄養を取れるように、給食っていうのは栄養士さんがちゃんと計算してメニューを考えています。やっぱり家だとどうしても好き嫌いが出てしまったり、あとは毎日完璧な栄養バランスが完璧な食事をとるっていうのってやっぱり難しいじゃないですか。なので、その分を給食が補っているっていう考え方ですね。で、この補っている。補うっていうのがどういう意味かっていうと、足りないものを足す。足りないものをカバーするっていう意味です。そしてもう一つ大きいのが食育です。この食育っていうのは、簡単に言うと、食べることを通して学ぶことですね。例えば野菜や魚を知ったり、旬の食材を知ったり、いただきますやごちそうさまをきちんと言うことも全部給食を通して学んでいきます。そして日本の給食で特徴的なのが、みんなで同じものを食べるっていう経験です。同じ時間に同じメニューを食べることで、一緒に食べる、周りと合わせるっていう感覚を自然に身につけていくんですね。だから日本では給食の時間イコール授業の一部という感覚があるかなと思います。実際に先生も教室で一緒に生徒たちと給食を食べるんですね。なのでその時に子どもたちがちゃんとした食べ方をしているのか、あとはマナーをきちんと守って食べているのかっていうのを先生が見ているっていうことも多いです。家庭での食事と比べると、ここが大きな違いかなと思います。やっぱり家では好きなものを食べたり、あとは嫌いなものは残してもそこまで問題にならなかったりね。それぞれ家庭のルールっていうのがありますよね。でも給食っていうのは栄養やマナー、そして集団生活、そういうものをまとめて学ぶ時間なんですね。だから日本の給食っていうのは食事でもあり、教育でもある。ちょっと特別な存在なんです。で、そんな給食には給食あるあるもたくさんあるんです。なので、いくつかご紹介しますね。
はい。まず一つ目が先割れスプーンの使いにくさです。この先割れスプーンっていうのがどういうのかっていうと、スプーンの先が少し割れていて、スプーンとフォーク両方の使い方ができるっていうスプーンなんですね。で、これだけ聞くと、すごく便利そうって思いますよね。でもね、これがね、実際に見ると、すごく中途半端な作りで、すごく使いにくいんですよね。そう、結構使いにくいの。だから、当時、私はあまり好きじゃなかったです。もういっつも思ってました。なんでこのスプーンで食べなきゃいけないんだろうって。そう。ちなみに、この先割れスプーンは、やっぱりこう使いにくいっていう声とかもあって、今ではね、もうあんまり学校で使われていないようです。二つ目は、好きな男子には大盛りでよそってあげる。はい。これはね、結構共感してくれる女の子いるんじゃないかなって思うんですけれども、私はこれ小学生の時にやってましたね。はい。好きな男の子にはいっつも大盛りであげちゃってた。はい。あのね、こう、給食って配る時に、こう生徒が一列に並んで順番にこうもらう、ご飯をもらうっていう感じだったんですね。で、私が給食当番をやってると、こう好きな子が来るじゃないですか。そしたら心の中で、あ、来たって思うんですよ。そしたらその子のお皿にはね、もうドカッと、もう大盛りで、はい、あげてましたね。そうすると、他の生徒たちがそれを見るわけですよ。で、あれ、自分の量と全然違うって思うんでしょうね。うん、それは思いますよね。それでね、私に言ってくるんですよ。あれ、舞ちゃん、私と何々くん、全然量が違くないって言ってくるんですよね。そうすると私は、そう同じ量じゃないとか言ってね、ごまかすんですよ。もう明らかに、もう全然量が違うんですけどね。そう、そんなことやってましたね。懐かしいです。ダメなんだけどね。ダメなことなんだけど、そう、好きな人には特別にっていう思いがね、給食の時に出ちゃってましたね。三つ目は、夏の暑い日に牛乳一気飲み。はい。これはですね、私が小学生とか中学生の時って、学校の教室に冷房がなかったんですよ。なので、夏は本当に暑くって、もう喉もね、すごく乾いたんですね。そう、だから、給食の時に出てくる冷たい牛乳がもう最高だったんですよ。なので、もう、まず最初に、こう、給食の時間ね、いただきますってしたら、まず最初に、その冷たい牛乳を冷たいうちに飲むっていうので、牛乳を一気飲みするっていう子がすごく多かったです。4つ目は、学校を休んだ日に限って好きなメニューが出る。はい、これもね、あるあるかなって思いますね。結構経験ある人多いと思います。風邪だったり、インフルエンザで学校をお休みした日に限って自分が大好きなメニュー、例えばゼリーとかね、そういうのが出たりするんですよね。うん。なんかこう学校休めて嬉しい気持ち、そう、普段は学校で見られないテレビ番組とか見れたりするので、すっごく嬉しい気持ちもあるんだけど、その給食のことに関しては、すごく悔しかったですね。5つ目は、余ったデザートをめぐるじゃんけん大会。はい。これは、休んだ人がいると、その人の分の牛乳だったり、デザートが余るんですよね。なので、欲しい人たちで集まって、じゃんけんをするっていうのが恒例でした。そう、先生がね、はい、これ余りました。牛乳が余りました。ゼリーが余りました。欲しい人いますかって聞くんですよ。そうすると生徒たちがね、はーいって
手を挙げるんですね。そしたら、その欲しい人たちで前に出て、じゃんけんをするんですよ。うん。で、私も欲しいものがあった時、いっつも手を挙げて、じゃんけんをしていたんですけれども、私、じゃんけんめっちゃ弱いんですね。なので、だいたい負けてました。6つ目は、給食でカレーが出た日に夜ご飯もカレー。はい、これもあるあるですね。はい。カレーはね、美味しいので、いいんですけど、でも家でカレーを作るとなると、結構たくさんの量を作るんですね。なので、だいたい次の日もカレーになるんですよ。うん。だから、給食でお昼ご飯にカレーを食べて、そしてその日の夜ご飯もカレー、そしてその次の日の夜ご飯もカレーっていう感じで、しばらくカレーが続くんですね。給食あるあるを話してたら、なんだかお腹が空いてきました。はい。ということで次は、みんな大好き給食の人気メニューをご紹介しますね。まず3位はカレーです。はい、やっぱりね、カレーは人気メニューでしたね。私もすごく大好きなメニューでした。で、カレーと同じぐらい当時人気があったのがソフト麺です。で、このソフト麺っていうのは袋に入っている麺なんですけど、見た目はうどんとスパゲッティの間のような麺で、ちょっと太めで柔らかいのが特徴です。で、そのソフト麺にミートソースとかをかけてよく食べていました。2位はわかめご飯です。はい、これね、私も大好きでした。なんかね、すごくシンプルなんだけど、すごく美味しいんですよ。で、わかめの風味と、あとちょっとほんのり塩気。塩気ってちょっとしょっぱいお塩の味ですね。うん。ほんのり塩気がある優しい味のご飯でした。そして1位は揚げパンです。はい。やっぱり揚げパンはいつの時代も不動の人気ですね。はい。この不動の人気っていうのがどういう意味かっていうと、長い間ずーっと人気があるっていう意味です。で、揚げパンっていうのがどういうメニューかっていうと、コッペパンっていう細長くてとっても柔らかいパンを油で揚げて、そしてそこに砂糖をまぶしたパンのことです。で、この揚げパンの味は、シュガー味の他に、きなこ味やココア味がありました。で、油で揚げているから、外は少しカリカリしていて、で、中はふわっふわなんですよ。もうこれが本当に美味しくて、そう、私のね、小学生、中学生時代もすごく人気メニューでした。あと、私の給食の思い出といえば、やっぱり涼拌算数ですね。で、この涼拌算数っていうのは中国の料理なんですけど、給食で出てた涼拌算数はハムや春雨、あとはきゅうりとか人参が入っている中華風サラダっていうのかな、そういったものでした。で、そこに中華ドレッシングをかけるんですけど、その中華ドレッシングはちょっと甘酸っぱい醤油味のドレッシングですね。その、中華ドレッシングをかけて混ぜて食べていました。で、私は埼玉県の小中学校に通っていたんですけど、この涼拌算数が給食によく出てたんですね。で、これがすっごく生徒たちからもう大人気メニューで、だからもう今でもね、久しぶりに同級生と会うと、涼拌算数美味しかったよねっていう話で盛り上がったりするほどなんですね。で、私はもう必ず毎回おかわりをしていたんですけど、みんな他の子たちも食べたいから、おかわりで並んだりするぐらいでしたね。そう。で、ちょっと出遅れてしまうと、
もうなくなっちゃうから、まず最初、いただきますをしたら、まず、リャンバン算数を全部食べるんですよ。それで、おかわりを急いでしに行って、その後、ゆっくり給食を食べるっていうのをね、毎回やっていましたね。で、このメニューが埼玉限定なのかちょっとわからないんですけど、東京出身の子とか、あとは他の地域出身の友達に聞いても、誰も知らないんですよね。だから、このリャンバン算数の話は、地元の友達としか盛り上がらないんですよ。そう、ちょっとそれが残念だなって思いますね。そして学校の給食といえば忘れられない思い出がお昼の校内放送です。で、この校内放送は放送委員会に所属している生徒たちが行うもので、給食の時間や掃除の時間などに活動します。そして私はその放送委員に所属をしていたので、給食の時間にね、校内放送をしていました。当時どんな感じでやっていたかちょっとやってみますね。全校生徒の皆さんこんにちは。お昼の校内放送の時間が参りました。今日は暦と音楽となぞなぞをお送りします。はい。本当にこんな感じでやってましたね。懐かしいです。そう、今でもはっきり覚えてるの。本当にこんな感じでやってましたね。うん。で、今私が暦って言いましたが、暦っていうのが何かっていうと、今日がどんな日かっていうのを伝える短い話のことです。それで、その給食の時間に放送している時は、ずーっと放送室にいないといけないんですね。なので、給食も放送室で食べるんですよ。それで音楽をかけてる時とかに放送委員のメンバーでご飯を食べるんですけど、私一回やっちゃったんですよ。マイクの切り忘れ。あの、マイクを切ってから音楽をかけたつもりだったんですけど、そのマイクを切り忘れちゃって音楽を流しちゃったんですね。そしたら、その音楽と一緒に私たちがめっちゃ話しながら、笑いながら給食を食べてるっていう声が全部響き渡って校内放送で。でも、なんか面白い話とかしながら食べてたから、もうこうやって手叩いて、めっちゃウケるとか言ってね、話しちゃってたんですよ。うん。そしたら、放送委員の担当の先生が、バーンって、お前たちマイクをオフにしろって、すっごい剣幕で放送室に入ってきたんですね。で、もちろん、まだマイクをその時オフにしてなかったので、そのものすごい怒ってる担任の先生の声もしっかりマイクに入ってるっていう、それがもう響き渡るっていうね。そうそう、しっかり入ってましたね。そう。で、このすごい剣幕っていうのがどういう状況かっていうと、怒りとか勢いがとにかく強い様子を表す言い方です。もう本当にね、その時はやっばいって思ったんですけど、もう今はね、こうやって笑って話せるエピソードになりました。ここまで2000年代の給食の話をしてきましたが、現在の日本の給食はかなり変わってきています。で、まず一番大きい変化っていうのがアレルギー対応の進化です。今は事前にしっかりと確認をして、アレルギーのある子供には別のメニューを用意したり、あとは食材を細かく管理したりする学校が増えています。で、2000年代と比べると、安全面への意識は本当に高くなったかなと思います。
それから栄養バランスやカロリー管理もより細かく考えられるようになりました。成長段階に合わせて量や内容を調整するなどね、しっかりと考えられた給食へと変わってきています。最近よく聞くのが地産地消や食育を意識したメニューですね。この地産地消っていうのがどういう意味かっていうと、地域で作られた食材をその地域で食べることを言います。なので地元で採れた野菜や食材を使ったり、あとは食べ物の背景や生産者について学べるようなメニューが取り入れられることも増えました。で、給食がより学びの場になっている印象ですね。そしてもう一つ大きな変化が、無理には食べさせないっていう方針です。昔はね、もう給食は残さず食べましょうっていうのが結構当たり前だったんですよ。なんですけど、今は体調や苦手なものっていうのを考えて、無理をさせないっていう考え方の学校がね、増えてきています。で、食べることが嫌な時間にならないようにっていう配慮がされるようになってきましたね。こうやって振り返ってみると、日本の給食って子どもたちを取り巻く環境だったり、その時代の考え方と一緒に少しずつ変わってきたんだなって感じますね。昔はこうだった。でも今はこうって、比べてみるとね、給食ってただのお昼ご飯じゃなくって、その時代に大事にされていたことがすごく分かりやすく現れているものなのかなって思います。だから給食の話をすると、懐かしいっていう気持ちになるだけじゃなくって、ああ、時代も変わったんだなーって、ちょっとしみじみしてしまいますね。給食の話って本当に不思議なんですけど、話し始めると年齢とか関係なく自然と会話が広がっていくんですね。私の時はこんなメニューあったよとか、え、そのメニュー知らないとかね。気づいたらそれぞれの給食の思い出を話し合ったりして盛り上がるんですよ。世代が違うだけで同じ日本の給食なのに内容もルールも全然違ったりするし、あとは同じ年代でも地域が違うだけで出てくるメニューが全然違ったりするんですね。そう、埼玉では定番だったメニューが他の地域では全く知られていなかったりね。さっきお話しした両板算数みたいにね。はい。だからこそ、給食の話って盛り上がるんだと思います。給食は思い出でもあり、そして文化でもあり、そして人と人をつないでくれる話題でもあるんですね。はい、今日はですね、日本の給食についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんの国では給食ってありましたか？もしあったら、好きだったメニューや嫌いだったメニュー、コメント欄でぜひ教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。